敷地面積2617坪、総建坪1819坪。南町奉行所は江戸城数寄屋橋御門内にあった。町奉行は午前10時江戸城へ途上し、午後2時には奉行所へ戻って日暮れまで執務を取るのが日課とされていた。この頃南町奉行の座にあったのは、後の世に名奉行と謳われた大岡越前守忠相である。下城の刻限はとうに過ぎているというのに、お奉行は一体何をしておられるのだ。お奉行がお戻りになられました。目を通していただかねばならぬ案件が山積みなのですから、刻限通りお戻りいただかねば困ります。お奉行、お奉行はどこへ行かれたのだ。お待ちどうさま。来た来た。前腹渡に染み当たる。材木問屋の白子屋で取り物だ。取り物だ。南町の役人が白子屋に踏み込んだぞ。南町奉行所にある。何事でございますか。お駒を召し取りに来た。駒、娘の駒が一体何を。手代の中発と共謀して飯婿の峰吉を殺害した疑いだ。宗様、家の中には見当たりません。もう一度調べろ。どこかに隠れているかもしれん。何してる。火を消せ。なんていうことをしてくれたんだ。親不孝めが。おこま。旦那様。旦那様。南町奉行所によって召し取られた白子屋お駒は、大番屋での取り調べで事件の全容を自白した。お駒が持参金目当てに迎えた入婿峰吉に毒を盛り、就寝中の心臓発作に見せかけて殺害したのは半月前のことだった。密通相手の手代中八と共謀の上での犯行だったが、ことが露見するのを恐れたお駒は情け容赦なくその中八の口を塞いだ。お奉行、まだお加減は治りませんか。大岡越前守の指定は南町奉行所の敷地内にあった。お奉行、笹倉様。池田、お奉行はまだお起きにならんのか。さっきから声をかけているのですが。大事なお裁きの日だというのに。延期はできませんよね。
白子やお駒の一件には江戸中が注目しているのだ。お駒への刑の言い渡しは是が非でもお奉行におやりいただかねばならん。ご心配には及びません。お裁きに間に合うように私が父に支度をさせます。しかしお奉行はお加減が。二日酔いは病気じゃないでしょ。お父上、起きてくださいまし。お父上、お父上。大きな声を出すな。仕方がありません。大きな声を出さないと起きてくださらないのですから。頭にガンガン響く。それに気持ちも悪い。誰のせいでもないでしょう。自業自得です。分かった。起きて水風呂に入ってください。水風呂？その方がシャキッとします。大輔さん、遠慮せずじゃんじゃんかけてください。何がじゃんじゃんだ。大輔さん、失礼します。お口を開けてください。薬はいらん。薬なのではありません。はい、あーんしてください。あーん。あーん。おー、スパ。梅干しが酸っぱいのは当たり前です。亡くなった奥方様もよく同じことをなさっておられたと聞こいています。んな乱暴なやり方はしなかった。妻と娘は違います。大輔、間違っても香織を嫁にしようなどと考えるな。ひどい目に遭わされるぞ。私は別に。私だって大輔さんにもらってほしくなんかありません。忠相の私邸と奉行所は日当たりが悪い一本の細長い廊下でつながっていた。やはりいつもの二日酔いですか。周りのものは隠しているが耳だ。お裁きといっても我々吟味方が作った言い渡し状をそのままただ読めば済むというのに。間に合ったか。待たせた。これが本日の言い渡し状でございます。市中引き回しの上火あぶりの刑。報告書にもしたためましたように白子やお駒の所業には全く情状酌量の余地はなく火付けも働いたのですから妥当な量刑かと存じます。自社勘定両お奉行は無論のこと、ご老中方もご依存はないとのことでございます。南町奉行大岡越前の神様ご出動。面を上げよ。材木問屋白子屋娘お駒。調べ書きによればその方かねてより情を交わせし三つ相手の手代中八と共謀いたし入り婿の峰吉を殺害、さらには共犯の中八を手にかけたと自白しているが罪状に相違はないか。間違いありません。己の所業を隠匿せんがため中八の口を塞いだというのもまことか。中八は小心者、生かしておけば必ず口を割っていたでしょうから。その方犯した罪を悔いてはおらんのか。
後悔するくらいなら最初からこんなことはやりはしません。死罪になる覚悟はとうにできています。お奉行、裁きの言い渡しを。白子やお駒への裁きは後日改めて言い渡す。いやですがお奉行、お駒の身柄は天満町牢屋敷には戻さず当奉行所に留め置け。本日はこれまで。待ってください。どうして先に伸ばすんですか。死罪になるとはっきりしてるのにどうして。なぜお駒への裁きを先に延ばされたのですか。奉行所内の監督が務める年番型筆頭与力としてぜひ理由をお聞かせいただきます。理由は言わずとも分かっているであろう。いいえ、わかりません。俺が二日酔いだからだよ。貴様、ここで何をしているのだ。お奉行の言いつけで白子やお駒の一件に関する資料を。報告書が届けてあるはずだぞ。紙切れ1枚に至るまで全ての資料を持参せよとの仰せなので、吟味方の皆さんかなり怒ってるみたいです。あまり刺激しては奉行所中を敵に回してしまうことに。余計な心配はするな。これは白子屋の入婿峰吉はお駒が手代中八と謀って殺害したという内容の訴人状です。お駒を召し取るきっかけになったと聞きました。ご存知ではなかったのですか。報告書には一言も触れていなかった。てっきり記載されているものとばかり。女の手だな。誰がこれを。夜の間に表門のくぐり戸に差し込んであったらしいのですが、文面通りお駒が自白したので吟味方も誰が書いたか詮索する必要はないと考えたようです。お駒の家族は今どうしているんだ。日本橋新材木町の店を閉め向島の寮に移ったようです。お駒の家族は3人だったな。はい。父親と女中から後添えになったおつね、そのおつねが産んだお駒とは腹違いの妹で今年5歳になるお咲の3人です。お駒の実母浜は5年前に病死しているのか。実の母親もとんでもない性悪女で湯水のように白子屋の金を使い遊び歩いていたそうです。そればかりかお駒は正三郎の実の娘ではないという噂も。ああ、随分楽になった。もういいの？遊んでおいで。遠く行っちゃダメだよ。お裁きが先に伸びたからといってお駒が無罪放免になるわけじゃない。いずれここにも住めなくなるだろう。お前やお酒にも苦労させるな。そんなこと気にしないでください。お江戸払いになったら私の田舎で暮らせばいいんですから。
奉行所にお前を名指しで訴任する書状が届いていたことは知っているか？取り調べの時に聞きました。お前を訴任したのが誰か心当たりは？ありません。本当に心当たりはないのか？あるわけがないでしょう。そんなことより一日も早く私を死罪にしてください。なぜ死に急ぐのだ？死罪になって当然のことをしたからです。一日延ばしにされるのは真っ平です。お前を見た時私はこう思った。この女は真実を全て話してはいないと。お知らせで一度見ただけで私の何がわかるとおっしゃるんですか？お前を見たのは白洲が初めてではない。名は打たれ引っ立てられるお前の姿をこの目で見ている。調べ書きには自分で喉を突こうとしたのはどのみち死罪になると分かっていたからだとあるが、小屋に火を放ったのはなぜだ？それは私と十八が人目を避けて会っていた小屋だからです。中八との密会場所だから火を放ったというのか？そうです。お奉行様、私がこの手で二人を殺したんです。嘘は言ってません。全て本当のことなんです。だから一日も早く私を死罪に。私はお前がその胸の奥深く隠しているものを知りたいのだ。それがはっきりするまではお前の望み通り刑場に送るつもりはない。見当違いを大概にしてください。私は何も隠してなんかいらっしゃいんです。相変わらず見事な吸いっぷりだな、陽平。お奉行様、また足を去りなさるおつもりですかい？すまん。見ざる聞かざる言わざるだ。お願いしますね。いい女だ。目当てはあの女将というわけですね。この3日毎晩通い詰めてる。さすがは町医者の横山源流先生。目が高い。ああ、どうしてこのわしの？なかなかの名医だと評判ですからね。それほどでもないがな。見たところさしずれ無役の御家人のようだな。わかりますか？それわかると思う。さすがは名医だ。あら、いらっしゃい。源流先生ならいらしてますよ。しょうがねえな、毎晩。おい、誰であのお侍？さあ、誰でしょうね。客の素性も知らねえのか？誰だろうとお客はお客。いちいち詮索してたら商売になりゃしませんよ。あら、帰るんですか？またにする。うちはな、もうこの目と鼻の先だから帰れくりゃもうもう大丈夫だ。では私はここそうそう、忘れるところだった。先生に聞きたいことがあったんですよ。わしに何を？材木問屋の白子屋のことです。白子屋？入婿が死んだ時、先生が死体を確認したそうですね。まさか毒を盛られていたとは気づかず、真の像の発作だったばかりな。無理もない。お駒が使った毒はどんな名医にも見抜けるものだったという話だ。そうなんだ。5年前、お駒の実の母親が病死した時もやはり先生が立ち会われたとか。なぜそんなこと聞くんだ？
あの白子屋お駒の母親がどんな女だったか知りたいと思ったんだが、またの機会にしましょう。何者なんで？無役の御家人らしい。まさか南町の役人じゃねえだろうな。いや、南町の同心よりきの顔はほとんど覚えてる。あれやな、初めて見る顔だな。町方役人じゃねえとすると言って、白子屋のことを聞くのはあの男が初めてじゃない。そんなに心配することはないよ。お駒の裁きが延期になったんだ。飲んだくれてばかりいねえで気をつけてくれなきゃ困るぜ。分かってる、分かってる。もう一人は上結の新山。お駒の母親がまだ生きていた頃、白子屋に出入りしていたようです。お奉行、今何とおっしゃいました？お駒を解き放つよう吟味方に伝えろと申したのだ。まさか本気でおっしゃっているのではないでしょうな。冗談でこんなことは言わん。お駒は2人の人間を殺害した重罪人なんですと。それを放免するなど前代未聞のこと。年番型筆頭与力として承服できかねます。これは奉行としての命令だ。直ちにお駒を解き放つよう伝えるのだ。方面だ。着替えろ。どうしてですか？お奉行の命令だ。お裁きを伸ばしてあげく方面にするとはどういうことなんで？そんなことわしに分かるはずないだろう。おつね、お駒を迎えに行くつもりならそんな必要はない。お駒のことはもう忘れろ。でもお駒にはあの女のお浜の血が流れてるんだ。あのどうしようもない性悪女の血がな。吟味方村瀬誠一郎を同行いたしました。それがし何か？お駒を見張らせているようだな。もしお駒に何かあればお奉行が窮地に陥ることになると思い、笹倉殿とも相談の上見張りをつけました。その気遣いは無用だ。明朝見張りの者たちを引き上げさせるのだ。お言葉ですが、これはお奉行一人だけの問題ではありません。現にお駒は死のうとしたのです。何かあれば我々も詰め腹を切らされることになります。心配するな。何かあれば私が腹を切るだけのこと。その方らを道連れにはせん。しかしお奉行、お奉行が責任を取られるというのであれば我々はおっしゃる通りにするしかない。お奉行、お駒の見張りをやめさせて本当に大丈夫なのですか？見張りをつけたままではお駒が隠しているものが見えてこなくなる。お駒が隠しているものというと？
お奉行様。この訴人状を書いた人間に心当たりはないと言ったな。ええ。これはお前が知り合いに書いた手紙だ。訴人状の手とよく似て。だから何だって言うんですか？訴人状を書いたのはお前なのだな。似たような字を書く人間はいくらでもいます。第一、自分で自分を訴えるなんて、そんなバカなことするもんですか？そのバカなことをなぜかお前はしたのだ。私じゃない。私は訴人状は書いてません。私じゃありません。お駒、今お前が命を絶ったとしても、お前が隠し通そうとしているものを隠しきることも、守り通そうとしているものを守りきることもできまい。何をおっしゃってるのか、私には。この一件には中八の他にも関わっている者が何人かいる。その中にはお前の知らぬ人間もいるようだ。どういうことですか？やめて、お願い。おっかさん、やめて。そのお金はお父っつぁんがお店の仕入れの時使う大事なお金だ。余計な口出ししないで引っ込んどいで。お願いだから、おっかさん、これ以上お父っつぁんを苦しめないで。そんなにあの人のことが心配なのかい？お前とは赤の他人なのにさ。赤の他人？そうだよ。お前はあの人の白子屋正三郎の娘じゃないんだ。血のつながらない赤の他人なんだよ。嘘よ、そんなこと嘘よ。うるさいね。あの人もね、お前が自分の娘じゃないことうすうす分かってんのさ。分かってて何にも言わないのは私に惚れてるからなんだよ。嘘よ、そんなこと嘘よ。私は信じない。うるさいね、もう。おどき、お願いだから、お母さん、その元に戻して。この親不孝者。お願い、お願い、おどきよ。たくさん泳いでいるな。ただ眺めているだけなのか？お魚を取ろうとしたらおこまお姉ちゃんに叱られたの。叱られた。ただいま。おお、さき。おい、心配したの。どこ行ってたんだ？一人で遠くに行ったらダメって言ったでしょ。ごめんなさい。お侍様に送ってきてもらったの。どちら様かは存じませんが、ご造作おかけしました。ありがとうございました。その子は姉のお駒に言われたそうだ。どんな小さな魚にも大事な命があると。そのお駒が人の命を奪ったとすると、何かよほどの事情があるのだろう。お駒は私の娘じゃありません。赤の他人です。私たちとはもう何の関係もないんです。どちら様でしょうか？通りすがりのものだ。二人一緒です。
昼間っからこんなところで暇つぶしたらな。どうせ患者は寄りつかん。そんなことより次の儲け口を探してこい。持参金付きの入り婿を探してる大棚他にもあるだろうが。あんた確かこの間のお上は留守なのかな。仕込み用の買い出しに出かけたよ。じゃ帰りを待つとするか。そうそう、先夜話に出た白子やお駒が方面になったとか。南町に知り合いがいる御家人仲間から聞いたんだが、奉行の大岡越前は共犯がいると睨んでいるらしい。共犯3つ相手の中八って手代が共犯でさ、もっともお駒に殺されちまったけどね。いや、奉行はどうやら他にも共犯がいると睨んでいるようなんだ。他にも？入り婿を見つけてきた者、毒薬を都合した者、少なくともあと2人は共犯がいるはずだと。へえ、お駒がそう言ったんですかい？おそらくお駒が何か匂わせたのかもしれない。でなければ他に共犯がいるとは思わないだろうし、お駒を解き放ちにもしないだろう。おめえが俺たちのことに気づいてたんだな。あなた方は分けるんじゃねえ。俺と源流先生が中八と組んでたってことで。あなたたちが中八と？やはり思った通りだったな。お奉行様。お奉行大岡越前。上井新座、町医者横山源流、白子や入婿殺しに加担したお前たちも年貢の納め時のようだな。南町奉行所だ。神妙にバカにつけ。その女が人殺しだってことに違いはねえんだからな。手代の中八だけじゃねえ、母親も実の母親のお浜もその女が殺したんだからな。今頃になってどうして私に差し紙が？差し紙とは奉行所からの召喚状である。私がおっかさんを殺したことに気づいた手代の中八は入り婿を迎えて持参金を渡せと言ってきました。嫌ならお上に訴えると。中八たちが当初から入り婿の峰吉を殺すつもりだったことは知らなかったのだな。はい、峰吉さんが殺されるまで気づきませんでした。一丁上がりだ。ほとぼりが冷めたら早いとこ次の入り婿を見つけてやるよ。たっぷりと持参金付きの入り婿をな。
その方が自らの手でこの訴人状を書いたのは二人目の婿殺しを未然に防ぐためだったのだな。そうするしかないと思いました。だがお駒、その方の申し立てだけではなぜ中八と密通していたなどと嘘をつき、その中八を殺害したのか理由がうなずけぬ。それはその方が中八を手にかけた本当の理由はあるものをかばうためだったのであろう。違います。入り婿殺しの罪をかぶろうとしたのも同じ理由からだったはずだ。そのものをかばうために中八を殺し、全ての罪を一身に負おうとしているのだ。いいえ、違います。私は誰もかばってなどいません。本当です、お奉行様。私は誰もかばってなど。白子屋後添おつね、その方の口から5年前の経緯を聞かせてもらおう。何もかもお話しいたします。ダメ、喋っちゃダメ。何も言わないで。もういいのよ。これ以上あなたを犠牲にできない。喋っちゃダメ。お願いだから何も言わないで。5年前おかみさんを殺したのは私です。おつね、私がこの手でおかみさんを。おかみさん、やめてください。そんなことしたらお父さんが死んでしまいます。もう顔に立てるだけじゃないです。勝てない。おかみさんの死因に不審を持った中八はその場にいた私を疑いました。ただの事故じゃないことは分かってるんだよ。正直に白状しな。お前がおかみさん殺したんだろうが。私がお母さんを殺したの。あの時私が自首さえしていればこんなことには。私をかばってお嬢さんが中八を殺すようなことにはならなかったんです。お駒が中八を手にかけたのはその方のためだけではなかったはずだ。そうだなお駒。黙って俺に抱かれな。死んだおふくろさん同様この小屋でな。母親の次は娘と麦にっつってのは悪くないぜ。中八を殺して私も死ねば全てが終わると思いました。私の体の中に流れている母親の性悪な血と一緒に何もかも燃やしてしまおうと。赤の他人の私を実の娘のように可愛がってくれたお父っつぁんに私ができる恩返しはこれしかなかったんです。お前白子屋主正三郎、これでその方にもよく分かったであろう。お駒の中に性悪の血など一滴も流れてはおらん。
お駒はその方の実の娘だ。はい、お駒は私の娘です。私の血を分けた実の娘に間違いありません。お父っつぁん。5年前の話は聞かなかったことにする。経緯を知らぬお浜の死に関して裁くわけにはいくまい。お奉行様。だがお駒、その方の中八殺しを見過ごしにはできん。人を殺めた罪は自らの命をもって償わねばならん。覚悟はできています。裁きを言い渡す。白子屋お駒、その方市中引き回しの上火あぶりの刑に処す。白子屋お駒は黄八丈姿のまま刑場へ向かった。あえてそれを許したのは、過去を燃やし尽くし新たな道を歩めという白子屋お駒に下した大岡越前のもう一つの裁きだった。見事なお騒ぎだ。笹倉様。こんなことは最初で最後にしてもらう。藁人形を火あぶりにしたなどとご老中をはじめ幕閣の方々に知れたら、それこそ我々もただでは済まんのだからな。お駒お姉ちゃん。お駒お姉ちゃん。小さな体に宇宙の風を受けて眩しい光の中へ、大きな愛に出会うために奇跡のこの星に生まれたあなた、結んだ手のひらに明日をつかみ、ありったけの力で泣くのはなぜ、風吹く大地の土を踏んで焦がれる夢の中走ってお行き、どんな時にも弾む心で風に向かって翼広げて、燃える心のままに明日を越えてゆけばいい。燃える心のままに明日を越えてゆけばいい。お返しいたします。相手は三河以来の大臣旗本の若様。それを断るのか。はい。
おば様からのせっかくのご縁談にございますが、私生涯の伴侶は自分で探すと決めておりますので。だがな香織、亀の甲より年の甲と申しおてな。父上、私がお嫁に行くとどうなるとお思いですか？墓なんで首をくくる男でも現れるのか。そんな殿子はおりません。私はお父上のお世話をする者がいなくなるのを心配しているんです。もう。おい香織、嫁に行くな、まだまだ早い。大身旗本でも世間知らずの若さば。香織も目が高いじゃないか。なあ。ただいま戻りました。婚姻様、婚姻様。待ってください。お役人様、怖い。お役人様、私はお徳様を殺してはおりません。割り込め。見るお前を見た者がいるんだ。本当です。おさよ。さあ来い。お父っつぁんは人殺しなんかじゃない。信じてくれよ。お役人様、お父っつぁんが人殺しなんて嘘です。信じてくれよ。お父っつぁん、お奉行様、そういつもいつもカオさんに見つかったら足が叱られるんですよ。お前には迷惑をかけ、せめて一杯すきやがしのそば屋で市販時だ。頼む。本当ですかい？ああ、必ず戻る。約束だ。仕方がいいね。すまんな、よへ。恩に切るぞ。お早いよ帰りを。駆け込み訴えか。お侍様。いかに駆け込みであっても直訴はご法度。訴えたそなたも罪を問われ牢に入れられるが、それでもよいのか。はい。そうか。お侍様、お奉行所に関わりのある方でございますか？まあそうだが、そなた名前は？さよと申します。おさよか。で、何を訴えたいのだ？お父っつぁんは人なんて殺していません。お役人様の取り違いです。お奉行所は間違っているんです。おさよ、訴えは私が聞かせてもらうよ。誰だ？よへ、私だ。こりゃまたお早いお帰りで。おみげ。入りなさい。それでおさよ、父親はいつ誰を殺したと言われてるんだい5日前の夜、柳橋に住む金貸しのおとき様。父親の名前と仕事は？彦兵衛と申しまして、行商の小物屋です。で、町奉行所はおとき殺しの下手人として小物屋彦兵衛を取り違えて捕らえたのか？はい。おとき様は昔、語りにあって無一文になったお父っつぁんを助けてくれた恩人です。
お父っつぁんが殺すはずはないんです。お願いでございます。私は牢屋に入れられてもどうなっても構いません。ですからどうか事件を調べ直してください。お願いです。大輔、駒物や彦兵衛の一件どうなっていた？は6日前城町回り同心島田鉄之助に捕獲され吟味与力笠原様扱いとなり、ただいま大番屋で吟味を受けております。6日前に捕らえられまだ吟味を受けているとなると、駒物や彦兵衛おとき殺しを認めず無実だと言い張っておりますが、下手人に相違なく白状するのは間もなく、わざわざのお出ましご無用かと存じます。だがな笠原、お言葉ではございますが、お奉行吟味中の口出しはいかがなものかと。笹倉様、黙れ池田。若輩者のお主には分からんだろうが、町奉行所が守るべきは権威と規律。それを守らぬは何者であっても許されんのだ。笹倉、吟味中の奉行の口出し、町奉行所の規律と権威を貶めるというのかい？はい。我ら与力同心、町奉行所のご意向を背に日夜役目に励み、町人どもの信頼を得ております。ですがそれを覆されるとなると、町人どもは我らを侮り、信頼は失せ、やがては町奉行所のご意向をないがしろにするのは必定。なるほど。笹倉の申すことはいちいちもっとも。だが人の命に関わる事件の真相を突き止めるのはより大切。違うか？お言葉ではございますが、お奉行には我らを信頼していただくほかございません。大番屋は調べ番屋とも言われ、犯罪容疑者や関係者を調べるところであり、天馬町牢屋敷に入牢が決まるまでの留置場で、江戸府内には茅場町をはじめ7カ所にあったとされる。どうだ彦兵衛、おとき殺し認める気になったか？お役人様、何度も申し上げたように私はおとき様を殺してはおりません。本当です。信じてください。加減にしろ！彦兵衛、てめえがおときの家から逃げたの女中の方面が見てるんだよ。ですから私が行った時にはもうおとき様は殺されていて。なぜ逃げた！それは恐ろしくなって。なめたこと抜かすんじゃない！彦兵衛、てめえは借りた25両の返済に困っておときを殺し、借用証文を奪って逃げた。とぼけたって分かってんだよ、野郎。おときはここで殺されていたそうです。大輔、女中の梅が湯屋から帰ってきた時、おときに息はあったのか？いいえ、背中を突き刺されすでに息を引き取っていたそうにございます。おときを刺した刃物はなかったそうです。では彦兵衛が持っていたのか？いえ、彦兵衛は所持しておらず覚えもないと。島田の吟味では刃物はどうなっているのだ？彦兵衛が逃げる途中に捨てたと。なるほど。で奪われたものは金と貸した金子の借用証文か。タヌキか。吐き込め！てめえがおときを殺したんだ！私はおとき様を殺しておりません。のれ！こんな
お侍様、お父っつぁん、あの大番屋でまだ吟味を。うん。そうですか。そうや。殺されたお時は彦兵衛の恩人だったな。お父っつぁんは昔上等な品物を揃えた小さな小物屋を浅草に構えていて、お時様はその頃からのごひいき様です。その店は語り物に騙し取られたのか。はい。お店も品物も何もかも。町奉行には訴えたかい？もちろんです。でもお役人は何もしてくれませんでした。結局お父っつぁんは無一文にされて、その時お時様がお金を用立ててくれて、お父っつぁんは行商の小物屋を始めたのです。恩人か。お父っつぁん、語り物に無一文にされて、今度は人殺しにされて、ひどすぎます。私、お奉行所を恨みます。そいつが本当ならむげえ話だ。運の悪い者はどこまで行っても救われる。だから早く抜け出したい一心で、もっと運の悪い者や他人を騙し悪事を働いてしまう時もあるか。縁談お断りになったんですか？ええ、もちろん。そうですか。断ったんですか。あら、いけなかったのかしら？いけないなんて、そんな私の知るところではありませんので。それはそうよね。ええ。ああ、桜の花びら。そうだ、大輔さん、お花見行きましょうよ。はい。いいねいいね。花見で一杯。お父上、お奉行、どちらにおいでだったのですか？ちょいとな。で花見はいつだ？知りません、そんなこと。女中のお梅が覚えているお時から金を借りていた者たちの名前にございます。この土屋京之介というのは？お時がその昔乳母として父を与えた旗本土屋監物様のご子息にございます。土屋監物、旗奉行の土屋殿か？はい。京之介は三男で部屋住みです。その京之介がお時から金を借りていった。京之介様。めでてえ話だな。長い部屋住み暮らしともおさらばして
本田家ご息女の婿養子とはてめえらには関わりねえだろ。京之介、たとえ本田家の婿になったところでゆすりたがりに女に博打、悪行は消えやしねえ。俺にどうしろてんだ。今まで通りの悪仲間、地獄の底まで一緒だってことよ。岩崎、俺を金づるにする気か。ああ、さもなければ恐れながらと本田家に駆け込むぜ。みんな大事な金づるだ。手加減しろよ。ほら立てよ京之介。ほら一杯飲ませてくれたら片付けてやるよ。お待ちどうさま。約束だ。好きなだけ飲んでくれ。ああ、それにしても婿養子とは羨ましい話だ。やっと巡ってきた玉の腰だ。それなのにあんな奴らに食い物にされてたまるか。そりゃそうだ。ガキの頃から嫡男の兄貴に何かあった時の身代わり。長い惨めな部屋住み暮らし。そして兄貴にガキができたら邪魔なだけの厄介者。俺は何だ。何のために生まれ生きてきたんだ。俺はもう誰にも遠慮せず俺自身のために生きてやる。そうか。だがな、辛い思いをしているのはお前さんだけじゃない。皆ささやかな幸せを願って懸命に生きてるんだ。うるせえ。てめえに何がわかる。甘えるのもいい加減にするんだな。もう一枚だ。おい。彦兵衛、お前がおときをやったんだな。やりました。私がおとき様を殺しました。婿養子話にございますか。そいつが絡んでいるかもしれない。京之介に張り付いてみるのだ。心得ました。お奉行。何用だ。小間物や彦兵衛、おとき殺しを白状したそうです。白状した。はい。彦兵衛はおときに借金の返済を待ってくれるよう頼みに行き、断られて争いとなり殺したと。で彦兵衛はどうした。裁きを申し渡すまでは天満町の牢屋敷に送るそうです。おさよ
お行。大岡一年の神様がお見えにございます。大岡様が。これは大岡様。石出、夜分すまない。いえ、して大岡様には何か急なご用でも。今日牢屋敷送りになった小間物屋彦兵衛、どうした？彦兵衛。落ち着け。私はおさよの知り合いだ。おさよの？だから安心して横になってるがいい。彦兵衛、おとき殺しを白状したそうだが、まこと手にかけたのか？正直に話してくれ。私は大恩あるお時様を殺しちゃおりません。ですがあまりに厳しいお調べに耐えきれず、早く楽になりたくて。嘘を白状したか？白状して口書きに爪印を押した以上、私は咎人で死罪。おさよに迷惑をかけてすまないと。ところで彦兵衛、お時から土屋京之介という名を聞かなかったが、旗本の部屋住みでお時と関わりがある。お時様が呆れていたことがございました。呆れていた？ご先祖は権現様から拝領した大事な家宝を平気で借金の形にする旗本の部屋住みがいると、葵の御門の印籠を見せてくれたことがございました。どうした川蔵？どうした川蔵？しっかりしろ！飛ばそう！お医者だ！お医者を呼んでくれ！飛ばそう！おい！何事だ？無宿人飛ばそうが持病の発作で。飛ばそう！おい！飛ばそう！しっかりするんだ！お待たせしました。土屋京之介です。初めてお目にかかる笠原家門です。おかみ、熱いのを頼む。はい、すぐにお持ちいたします。笠原殿、おとき殺しどうなりました？おとき殺し？ええ、おときは私の乳母でしてね。さようでしたか。おとき殺しは彦兵衛と申す行商の小間物屋が白状して一件落着ですよ。そうですか。一件落着ですか。そいつはよかった。さすがは笠原殿ですな。いえいえ。して京之介殿、ご用とは？それなのですが、笠原殿は柳原に出没する辻斬り強盗、本城につく山崎伝八郎と申す浪人どもの仕業、早々にお縄にされるがよい。柳原の辻斬り強盗、まことにござるか？ええ。おときを殺した下手人を捕まえてくれたささやかなお礼、
お時殺しについて手柄を立てるのですな。そいつはありがたい。お父上の土屋剣持様はご公儀ご住職何分よしなに。お上くれぐれも失礼のないようにな。かしこまりました。笠原家紋が京之介と。はい。ひょっとして笠原様、我らの動きを。それはあるまいが。申し上げます。どうした。ただいま牢屋奉行石出立脇様より火急の知らせが届きましてございます。石出から。小間物や彦兵衛真の像の発作を起こし、今朝早く病人だまりで息を引き取ったとある。誠にございますか。ああ。大輔、急ぎ牢屋敷へ参り彦兵衛の死体を改めよ。心得ました。お奉行ではおとき殺しの一件は。しばらく様子を見るしかあるまい。お父っつぁんに会わせてください。お願いです。早くでしょ。お願いです。お父っつぁん、お父っつぁん、お願いです。お父っつ彦兵衛は気の毒なことをした。お侍様。さよ、今こそ駆け込み訴えをするのだ。駆け込み訴え。お入りなさい。かっこみ土屋殿。おお、これは越前殿。東照神君家康公拝領の印籠。さよう。土屋殿もご先祖様が拝領されていると伺いましたが、印籠はお屋敷に？もちろん土屋家家宝として奥深く。越前殿、東照神君様拝領の印籠が何か？恐れ多くも借金の方として町方に出回ったとか。なんと。土屋殿、たとえ今は無事手元に戻っていたとしても、借金の方にした罪は軽からず。不埒者を放置かくまう限り、お家は軽く没収の上を取り潰し。土屋殿、評定所扱いになる前に禍根は断つのが定さ。
主いつぞやの土屋家を勘当されたか。何者だ。大岡忠相。越前。越前。何し方に名を切れ言われやないわ。池田、土屋京之介殿をお縄にしたのはまことか。はい。何の疑いだ。金貸しのおとき殺しです。バカな。おとき殺しなら小物や彦兵衛が白状したぞ。彦兵衛は病死、そして京之介が下手人だと駆け込み訴えがあった限り立件は落着しておりません。駆け込み訴え。はい。だが京之介殿は旗奉行土屋剣持様のご子息、我ら町奉行所の支配違いの旗本。慌てるな笠原。京之介はすでに土屋家を勘当追放された身。遠慮は無用。勘当。おとき殺しの吟味をいたす。南町奉行大岡越前の神様ご出動。一同の者面を上げよう。お侍様。さて小間物や彦兵衛娘さよ。はい。その方大黒屋隠居おとき殺害の下手人は父親彦兵衛ではなくそこなる土屋京之介だと駆け込み訴えをいたしたがそういないな。死んだお父っつぁんがそう言っていました。黙れ。偽りを申すな。控え。土屋京之介。おさよ。彦兵衛はどう申していたのだ。はい。土屋京之介様が権現様からいただいた印籠を型におとき様からお金を借りたことがあって、それが露見するとまずいので口封じでおとき様を殺したんだと。おさよ。しかと相違ないな。はい。間違いございません。京之介、ただいまのおさよの証言認めるかな。証拠があるのか。俺がおときを殺した証拠はあるのか。この差し料その方のものに間違いないな。だったらどうだと申すのだ。この差し料ご公儀研ぎ師によれば刃に拭いをかけて血は拭き取っているが人の油は拭い取られておらぬと。その油がおときのものだとどうしてわかる。ならば誰の油、誰を指したのだ。それは知らぬ。そんなことは知らぬ。
土屋、その方に本田飛騨の神様のご息女の婿養子になる話が持ち上がった。だが婿養子話を成就させるには東照神君家康公拝領の印籠を借金の型にした悪行を暴露されてはならない。そこで一切を葬り隠すため逃げるおときを背後から刺し殺した。たまれ越前、その当てすりをどこに証拠がある？証拠？そうだ、証拠だ。ならば証人をこれに。証人だと？血迷うたか越前、狸の置物が証人だと申すのか？さよう。この狸どこにいたか覚えているか？おときが殺されていた今の次の間、そして死の間際のおときが最後の力を振り絞って指さしていた相手。つまりこの狸はおときが殺されるのを見ていた唯一の証人。その手の通い帳をこれに。はっ。おときはこの通い帳に金子を貸した相手の名と金額、その方と理由を子細に書き記してあった。それによると土屋京之介、やめろ。その方、やめろ京之介殿。土屋京之介、その方が大黒屋隠居おときを殺したのはもはや明白。そうだ、俺がおときを殺した。俺は本田家の婿養子になりたかった。邪魔者扱いの部屋攻めはもう嫌だ。惨めな部屋攻めはもうたくさんだったんだ。だからと申して人を殺してよいわけはない。おのれ越前、あがった京之介、信楽焼の狸の通い帳はもとより信楽焼と心得。土屋京之介、裁きは五国軍を仕渡す。引き立て。さておさよ。はい。これで父親駒物や彦兵衛の無実は明らかですがお奉行様、お父っつぁんは死にました。悪いことを何もしていないのにお役人に責められて死んだのです。今無実が明らかになってもお父っつぁんは生き返りません。彦兵衛をお縄にし、当人はもとよりその方をも苦しめた罪は我ら南町奉行所にある。これはその詫びの印。お父っつぁん、
おさよ。お奉行様のお指図だ。お奉行様の。おさよ、回向院に埋葬されたのは真の像の病で急死した無宿人虎蔵だ。でもどうして？彦兵衛が生きている限りシラスを開いて裁きを申し渡さなければならん。裁きを申し渡せば定めによりおとき殺しは落着。私はそれを恐れて彦兵衛の病死を装い引き延ばしたのだ。悲しませてすまなかった。この通りだ。許してくれ。もったいのうございます。こうして私が助かったのはみんなお奉行様のおかげにございます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。彦兵衛、その方の無実は越前の白洲が折り紙をつける。今より誰はばかることなく暮らすがよい。はい。笠原のうかつな取り調べ申し訳ございません。我ら町奉行所は町の衆のために動くのが役目。それを忘れるな。お父上。香りに傭兵か。お弁当を持ってまいりました。ご苦労さどうです？釣れますか、お魚。ん。まあな。小さな体に宇宙の風を受けて眩しい光の中へ。よかったですね、父上。さて弁当食べるか。香り香ってくれ。はい。私がいると番茶ですよ。よい、これは私からのお礼ですよ。礼？ええ、結構なおさばきを見せてもらってなんだか気持ちがあったかくなっちまって。その礼か。お嬢様には内緒の番茶。さすがは傭兵だ。天下一の番茶だ。風に向かって翼広げて与兵の番茶がどうかしましたか、お父上。お、引いてる引いてる引いてるぞ。大丈夫。おい香り。いいのこれは。さあ頑張れ。さあ引いて。ほら。頑張れ。よし引いて。まだまだやんだか捨てたもんじゃねえや。上げて。事の始まりは忠相が南町奉行となる以前に起こったこの一件だった。
随分と念入りだな。だってお願い事が多くて、天神様は学問だけじゃないのか。人生ことごとく学問のようなものです。なるほど。たまにはこうして娘と一緒に歩くのもいいものでしょ。どうせ目当ては山奥屋のうなぎだろう。さすがです。よくお分かりに。誰でもわかる。先生先生、この間はどうも。すみません。見立て料は近々必ず。いつでもよい。それより無理せんようにな。はい。ありがとうございます。またお願いします。お父上、あの子。うなぎは後回しだ。藤崎のせがれか。何するんだ。なぜだ。訳を申せ。オッケー。そいつに聞け。良いのです。あの子の気持ちもわからぬではないのだ。村井長藩と申す。危ないところをかたじけない。あの子に見覚えが。実はあの子の父親は人を殺しましてな、昨年刑に処されたんです。その時私が証人に立ったことを恨んでいるようだ。ではなおさら放っておいたあの子のためにならん。大ごとにすればあの親子は今より肩身の狭い思いをすることでしょう。それはあまりにも心苦しい。ここは見なかったことにしてくださらんか。どうかお願いいたす。貴殿がそうまで言われるなら。あの方が麹町の村井長庵先生ですか。知っているのか。巷では評判ですよ。貧しい者からはお金も取らずに見てくださる立派なお方だそうです。でもあの子もやむにやまれなかったのでしょうね。おかえりなさい。道之助、ここにあったハサミ知りませんか。そんなもの知りません。道之助、何かあったのですか。道之助。お奉行、お申し付けの調書見つかりました。村井長庵が証人に立ったという一件です。殺されたのは島帰りの盗賊で河津の太兵、下手人は藤崎道十郎という浪人者です。二人とも長庵の診療所へ出入りしていたそうで、死骸のそばに転がっていた傘を
長安が藤崎のものだと証言し、さらに太兵衛と金の話をした時、藤崎が聞いていたようだと申し立てて、藤崎は捕獲されました。藤崎は獄中で病死したのか。捕らえられて半月後に、どうも不治の病を患っていたようです。半月も否認し続けて死の間際に罪を認めたか。都合よい話だ。ですが爪印もありますし、己の死期を悟って全てを話す気になったのかもしれません。お奉行、なぜこの一件を？子供が気になる。子供？藤崎のせがれ道之助だ。何かをしでかしてからでは取り返しがつかぬ。お奉行。なんだ？その子はお奉行に出会って幸せでした。いつまでこの長屋にいるつもりなんだろうね。ここしばらくタナチンも払ってないらしいよ。それでも井戸の水は使うんだろう。優しいね。道之助、どうして遠慮するんですか？遠慮して当たり前だろ。嫌なら出てきゃいいんだよ。何すんだよったら。このこともやもやならこの子だね。謝りなさい。悪いのは向こうじゃないか。どうしよう。どうしてくれるんだよこれは。風邪ひいたらどうしてくれるんだよ。申し訳ありませんでした。どうだ一つ。嫌いか？田楽にすればよかったか。道之助、母を悲しませるな。たとえ父が罪を犯していても、お主も侍の子なら藤崎の名を惜しめ。父上は何もしない。あの日はずっと家にいたんだ。なのに養所の奴らが何も知らないくせに偉そうなこと言うな。ごめん。藤崎殿の住まいはこちらか？さようですが、どちら様で？ご子息に話を聞き、藤崎殿にぜひとも証拠いたしたくまかり越しました。まあ。ありがとうございます。こうして藤崎に手を合わせてくださいましたのはあなた様が初めてです。これで藤崎も少しは浮かばれましょう。差し支えなければ藤崎殿が捕獲された折の詳しい話を承りたい。今でも悪い夢を見ている気がいたします。なかなか上達した。でもまだ父上のようにはいきません。当たり前です。父上は藩のご右筆だったんですから。どうして辞めてしまったのですか？すみません、余計なことを。いや、道之助、
これだけは覚えておきなさい。世の中には良い嘘と悪い嘘がある。人を幸せな気持ちにする嘘は良いが、他人を陥れたり災いを招くのは悪い嘘だ。そういう嘘をついてはいかん。それは人でなしのすることだ。わかるか？父上は人でなしになりたくなかったのですね。奉行所の者だ。無就郎人藤崎道十郎だな。いかにも。この傘に見覚えがあろう。これをどこで？河津の太兵の死体のそばだ。貴様が下手人だな。捕らえろ。お待ちください。お待ちください。主人は病で表に出ることもま申し開きは番屋で聞く。心配いたすな。何かの間違いだ。あなた！父牢送りの時、藤崎殿には会われたか？夫が天満町へ送られるのを見た者は誰一人おりません。そんなはずはない。大番屋で調べを終えた者は必ず天満町の牢屋敷に送られる決まりだ。お取り調べは済んでいなかったのでしょう。すると罪を認めたというのは？私は偽りだと思っております。奉行所は事を早々に収めるため、夫が亡くなったのを幸いに下手人に仕立てたのだと。夫は人を殺めてなどおりません。どうか信じてやってくださいませ。ではお奉行は藤崎が下手人ではないとお考えですか？この調書に書いてあることが全て本当なら、藤崎という男よほど間が抜けている。例えば証拠の傘、人を殺して逃げるのにそんな目立つものを置いてくるか？使った刃物は血のついたまま長屋脇の天水桶に隠してあった。まさか長安を疑っておいでなのですか？証人は長安一人だ。しかし麹町の村井長安といえば高潔な人物だと評判の医者ですよ。第一、理由がありません。奪われた20両は長安が太兵に貸してやったものです。金が欲しければ花から渡したりはしないでしょう。お呼びだそうで。頼みがあるんだ。落とし物を拾ってきてもらいたい。へえ。いい夕日ですね。与兵衛さんですか？ええ。おみつが奉行所に訴状を出せば扱いは直訴となり、おみつは入牢させられる。しかし落ちていたものを与兵衛が持ち込んだなら、おみつは咎められずに済む。道之助を一人にしないよう忠相が考え出した策であった。お奉行、1年前の落着について最新の訴えがあったと耳にしましたが、お取り上げになるのですか？そのつもりだ。しかしながら一度落着したものは再び取り上げぬ定め、お奉行というお立場でそれを破るのはいかがなものかと存じますが。さよう、お上のご意向を貶めることにもなりましょう。それは違う。過ちがあれば自ら正し、常に正しき道を歩んでこそお上はお上たりうるのだ。
分かったなら下がれ。その一件、それがしが吟味に当たりましたもの。そうらしいな。それがしに落ち度があったと。お主はどう思うのだ。心外にございます。では堂々としていればよい。お奉行の好きにさせておくのです。仕方あるまい、言い出したら聞かぬお人だ。いや、しかし1年も前のことなどどうせわからん。またご老中方の心証を悪くするのがオチだ。そうなると首のすげ替えということも。何、太兵衛がゆすりを働いていた。はっきりしたことではありません。ただ太兵衛の遊び仲間が申すには、殺される三月ほど前、いい金づるができたと話していたそうで、急に金回りも良くなったと。長安の名は出なかったか。いいえ、それは。太兵衛が島送りになったのは確か10年前だったな。はい、太兵衛がまだ16の時です。大輔、その時の記録を探せ。何かつかめるかもしれん。どうした。もしそれで何も出なかったら、お奉行のお立場が。余計な心配はいい。とにかく探せ。はい。ありがとうございます。おお、あなたは。あの堀はお名前も聞かずに失礼した。私も気にかけてはいたのだが。拙者も後のことが心配で、近しい八丁堀に子供のことは抜きでいろいろ尋ねてみた。藤崎を捕らえることができたのが先生のおかげと言っていた。その話はやめましょう。手柄話は嫌いか。手柄などと悔やんでいるのですよ。すべては私が太兵衛に金を貸したことから始まった。20両という金数、赤の他人に貸すにしては大金だ。何か特別なわけでも。私は太兵衛を助けてやりたかった。ほう。ご存知だろうが、太兵衛は島帰りでした。まともな職に就きたくてもどこも雇ってくれないと嘆いていました。見ていて気の毒になりましてな。その時藤崎はどこにいたのだ。隣の見立て所に。襖に耳でもつけていたか。思えば藤崎も災難でした。話を聞きさえしなければ妙な出来心を起こすこともなかったでしょう。災難か。それはお主と知り合ったことかもしれん。なるほど。元を正せばそういうことになります。邪魔をした。何やらこちらの話ばかりになりましたな。すいません。いい。これ包んでくださいね。ありがとうございますと。せっかく買ってあげたのに、欲しいの？欲しくないの？その代わり約束して。これで人を傷つけたりしないって。俺は別に。そういう顔してたわよ。正直言うとね、ある人に頼まれてずっとあんたを見張ってたの。え？昨日会ったでしょ、おせっかいのおじさんに。
あんたのことが心配で放っておけなかったみたい。何かしでかしそうになったらすぐ知らせてくれって。そしたらいきなりこれだもの。なんで俺のことなんか。俺が何しようとあいつには関わりないじゃないか。見て見ぬふりができない人なの。自分で何とかしなきゃ気が済まないの。どう？約束する？約束したって守るかどうかわからないだろ。あんたは約束を破るような子じゃないわ。ちょっとこれ返したいんだけど。しょうがねえな。ほら、嘘はつきたくないからな。驚きました。これほどの盗みを働いていたとは。1000両か。一味10名のうち捕獲されたのは9名、他の8名は斬首されましたが、太兵衛はただの見張り役だったのと、まだ16ということで死罪を免れたようです。残る一人が分け前の金とともに消えたか。道之助、母を悲しませるな。あんたは約束を破るような子じゃないわ。約束はしてないからな。道之助、お喜びなさい。今大家さんのところでこれを。お奉行様が裁きをやり直してくださるのです。これでようやく父上の無念を晴らすことができます。わかるものか。どうせ何も変わらないさ。自分たちが間違ってたなんて奉行所が認めるものか。今お知らせを開くのは早急に過ぎるんだよ。いや、せめて池田が戻ってからに。お奉行、南町奉行大岡越前の神様ご出だ。一同面を上げよう。あなた様は。さて、この度の吟味は。お待ちください。何だ。再吟味にあたって何故それがしに差し紙が参ったのでしょう。不服か。不服とは申しませぬが、それがしの証言は1年前とは何ら変わりはございません。それでよい。そうでなくては困る。では吟味に入る。必ずどこかに金があるんだ。長安の正体の動かぬ証拠なんだ。あ
何としても探し出せ。藤崎道十郎が妻おみつ。はい。まずはその方が再吟味を願い出た訳を申せ。はい。あの日藤崎は朝から床に伏せっており、一歩も外には出てはおりません。それに下手人と断じられる元になった傘も家にはございませんでした。ではどこにあったと申すのだ。それはわかりません。以前長安先生の診療所を訪ねた折、どなたかが持ち帰られたようで、先生もそれは覚えておいでのはずです。長安、それがしは一向に。そんな、あの時先生の傘をお貸しくださったではありませんか。翌日お返しに上がりました。思い出してください。おみつさん、あんたがご亭主のお命を過ぎたい気持ちはわかる。しかし嘘はよくない。私が申し上げていることに嘘偽りはございません。1年前にも申し上げました。ですがそこにおいでのお役人様が私どもの話では当てにならぬと取り合っていただけず。佐藤、まことか。はい。ですが下手人の家族が罪を逃れんとして偽りを申すのはよくあること。それがしが間違っていたとは思いません。そうか。さて長安、今度はその方に尋ねたいことがある。調書によれば太兵衛が島送りとなったのは日本橋の米問屋相模屋から1000両の大金を奪った罪だ。無論太兵衛一人の仕業ではない。一味は10名、中に一人だけ捕獲されなかったものがある。島から帰った太兵衛はその一人を探し当て金をゆすり始めた。そやつはさぞ慌てたことだろう。それがしに何をお聞きになりたいんで。太兵衛を亡き者にするのは造作もない。だが殺した後調べが過去に及んでは藪から蛇になりかねん。これは確か藤崎殿の。藤崎の傘もそのために必要だったのではないか。まさか長安先生が。長安先生、これはお奉行様ともあろうお方は今の話は当て推量に過ぎますまい。ましてそれがしが下手人のごとき申されよう。そこまで仰せになるからには確たる証がございましょうが、それがしが盗賊であったなどと一体誰が申しました。1年前の一件にしたところでこの女の話は信じて、なぜそれがしの話は信じていただけんのでしょう。この村井長安、及ばずながら世のため人のためにと尽くしてまいった所存、かような仕打ちを受けるいわれはどこにもないと存ずる。はい、分かった。本日の吟味はここまで。水かけ論を続けても仕方がない。吟味は日を改めて行う。そんな。長安、その方には落着になるまで奉行所の仮牢にとどまってもらう。よいな。善良なる者も捕らえてしまえば悪党扱い。奉行所とはそういうところか。そもそもはすでに落着の済んだこと、こんな理不尽なことがあるのですか。それがしを閉じ込めた挙句、咎がないとなったら
お奉行様、その時はどう申し開きなされます？その方が無実と分かれば腹を切る。なぜ途中でやめてしまわれたのです？何も分からずじまいでは最近身の意味がございません。お奉行、そうか、何も出なかったか。こうなってはもはや手立てが。どうなさるおつもりです？さてどうしたものか。落ち着いている場合ではございませんぞ。お奉行、お奉行。痛えなおいよ。俺が何したってんだよ。痛えんだよ。ただ探し物は捨てただけじゃねえかよ。バカ者、麹町の竹林はお上の御用地。立ち入っただけでもお咎めを受けるんだ。何？だったらよ、俺だけじゃなくてよ、みんな捕まえないじゃねえか。黙れ。大穴掘りよって来い。なんだよ。バカ野郎、影武者ねえのかこの。ねえのべこの野郎、すっとんきょうのずらしやがって。バカ野郎。あんた何したの？ああ、なんだって言うじゃねえか。麹町の御用地がどうとかと言ってたわ。あんたいつからここに入ってんだ？かれこれ3、4日になるかな。まあだったら知らねえのもあれだな、無駄ねえやな。あの竹林によ、銭が埋まってるらしいんだよ。つい2、3日前よ、山本町で押し込みがあったんだが、その時に盗まれた金らしいんだよ。奉行所のやつらもよ、躍起になって探してるんだけど、まあ先に見つけたもん勝ちってわけよな。あそこを掘り返してるっていうのか。おうよ、千両はくだらねえって話だぜ。それはね、探す価値っていうのはよ、あんだろうよ。うん、そうだな。俺にも月が残ってるが、おい、外へ出られるぜ。おい、何見てんだ。あんたもやめよ。おい、開けてくれ。開けてくれってんだよ。聞こえねえよ。おい、早くしろよ。お前焼け死んじまうんじゃねえかよ。そんなじゃねえんだぞ。おい、表に出る前に生命を流れよ。分かった。おい、早くしろよ。神田神保町
清兵衛棚の直次です。麹町村井長庵。3日以内に必ず戻れ。行け。ありがとうございます。火事で囚人に危険が及ぶと判断された時は、問われている罪の重さにかかわらず速やかに解き放たれた。そこまでだ。長庵、自ら証拠を掘り出したな。分かっただ。飯とえ。なぜ御用地だと分かった？私ならどこに隠すかと、ただそれだけのことだ。大勢で掘り返してるなどとまんまと騙されたわ。こちらで探し当てるにはいささか広すぎた。あの火事も嘘か？火事ではない、焚き火だ。何が焚き火だ？火付けは大罪だ、死罪だぞ。貴様は火あめだ。おぬりが許せん。千両はくだらねえって話だぜ。表に出る前に生命を名乗れよ。そうか、お前らみんなつるんでたのか。ってことはこの奉行所のやつら全部火あぶりだ。引き立て。なぜ藤崎に濡れ衣を着せたのです？あの人が何をしたというんです？虫がつかなかったんだ。あの仙人面が目障りだったんだ。佐藤、
あの爪印はまこと藤崎が押したものか。答えよ。申し訳ございません。下手人は藤崎と思い込んでおりました。すぐに下がって沙汰を待て。相応の覚悟をしておくがよい。おみつ、道之助、藤崎殿は潔白だ。その方らにはせずともよい苦労をさせた。すまん。この通りだ。私は父上は愚かだと思ってました。正直に生きたってバカを見るだけだ。皆自分が得するために嘘をつくんだって。道之助。でも父上は正しかった。世の中には人を幸せにする嘘もある。そういう嘘を命がけでつく人もいる。許してくれるか。お奉行様の大嘘つき。それから間もなく奉行所は藤崎道十郎が無実であった旨の考察を掲げた。小さな体に宇宙の風を受けて眩しい光の中へ、大きな愛に出会うために奇跡のこの星に生まれたあなた、結んだ手のひらに明日をつかみ、ありったけの力で泣くのはなぜ、風吹く大地の土を踏んでお父上、夢の中走ってお行き、どちらへおいでです？どこへとはいえお役目だ。嘘ばっかり。嘘ではない。お土産は桜餅で。それで騙されてあげます。どうぞごゆっくり。